こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はダイヤ製縛りの下でようやくツルハシを手に入れました。ただ素で掘りしてた成果の方は、掘り出したダイヤ鉱石12個のうち11個消滅というありさまで、さすがにちょっと悔しいです。で、その悔しさを新ワールドで晴らすつもりなのよね。そんなこと言ってられないです。やっとまともに採掘できるんですから。さて、ダイヤツルハシの村はしばしのお別れ。今度来るときは取引材料かき集めてきます。主に石炭とか。で、わずか1分ほどで砂漠の地下拠点付近に着きました。ほんと地図は便利です。馬は洞窟が少なめな場所で放し飼いです。逃げるチャンスまた来たわね。さてまだ防具なしなので、地下への入り口は1ブロックの隙間にしておきます。相変わらず子供ゾンビには無警戒なのね。めったなことじゃ湧かないですから。一応階段下もちらっと警戒。で、この企画初のツルハシ講師です。あら、素手はツルハシじゃなかったのね。当たり前じゃないですか。さて、当面の食料とコンパスの材料だけ回収し、さっさとここもおさらばです。金は金鉱脈一つ分もあれば十分ですね。他に見つけた鉱脈は今は回収しないのね。あとうっかり湧き潰し範囲に入れておくの忘れてたレッドストーンですが、確か枝掘りの1本目のここで、ありました。さて地上に戻ってコンパスの準備が整い、ようやくワールドに降り立った地点に戻れます。さて、リスポーン地点の方向は、ここから北の方のようです。確かこの砂漠にたどり着くまでに、相当歩き回ってたわよね。3分して、急遽引き返してきました。何か忘れ物？この砂漠に来るまでに船旅してたのを思い出したんです。馬を海渡らせられないし、やっぱり馬とはここでお別れです。サドルは回収しないでいいの？今度村に行くときまた乗るかも。さて無事にリスポーン地点に着いたのはいいのですが、思ってたより近すぎてショックです。それにこれどう見ても陸続き。あの船旅なんだったんだろう。結局同じあたりをさまよってたのね。まあ過ぎたこと考えても仕方がなく、コンパスの正確な中心を確認します。今回の風車型は蝶のつく長丁場なので、起点の位置は妥協せずきちっとこだわります。でも、多少ずれても大した影響ないでしょ。こういうのでモチベーション的に気合を入れるんです。さて邪魔な木を伐採してみたら、ちょうど4ブロックの中央を指してますね。ここから螺旋掘りします。なお邪魔な木は後でテリーが美味しくいただいたわよ。嘘です。金の原木じゃないので食べるの禁止です。地下に潜ってすぐ、ひとまず不要なアイテムをしまってインベントリを開けておきます。さて順調に下降中ですが、ゾンビや雲の音が近くなってきました。まあ案の定です。無防備の今は細心の注意を払って埋めておきます。ところで、洞窟のブロックが階段状よね。それに雲の声が一匹ではないようだし。いくら私でもまさかリスポーン地点直下に廃校があるわけないですよ。さて10秒してまた洞窟掘り当てました。まあ螺旋掘りしてるのでこうなるのですが。雲の声が凄まじくなってるわね。やっぱり。なんで私、この企画を開幕直下掘りの別企画にしなかったんだろ。ちょっと怖すぎで放心状態です。少しして、もう開き直りました。こうなったら死ねばもろとも新ワールドです。この足場じゃ毒具も入ってきたらまともに戦えないわよ。もう意地の勝負です。この程度で恐れてたらハードコアでダイヤ1万個なんて夢のまた夢。私はコンパスの中心から風車型を始めるんです。そのこだわりほんと意味あるの？でも、ここでの賭けには打ち勝ったようです。
そしてその後廃坑は掘り当てず、無事岩盤に到着しました。雲の声が聞こえなくなったわね。声が届くのは多分16メートル以内でしょうから、いつもの高さなら毒グモスポナーはすぐ接触しないで済みそうです。で、もうこの際です。いつもの高さでの、廃坑の広がり具合をついでに調べるチャンスと考えます。そういえば高さ縛り企画で調べたいって言ってたわね。さて金の人参を補充し、ダイヤ1つ、金3つからいよいよ本格採掘です。で、今回の風車型の周回数ですが、130周の予定と算出しました。バカじゃないの？実は企画開始前には118周と算出してて、いけそうかなと思っていたんです。で、最近計算ミスに気づいて再計算して130周と出てきて焦りました。118周も130周もそんな変わらないでしょ。多分35時間くらいの差があります。さてそろそろ本番開始です。ちなみにこの岩盤の部屋は将来人参畑を作る予定で、リスポーン拠点はいつもの高さに構えます。まあ畑作るのはダイヤの余裕が出てきてからです。桑までダイヤなのね。さて、真正面が北ですね。方角を混乱しないように西向きから掘り始めます。では風車型ブランチマイニング開始です。さて序盤はツルハシ1本でまずダイヤ鉱脈掘り出さないとならず、鉱石掘る余裕はないですが鉄だけは別です。ダイヤ1個の修繕で金床使うかもしれませんから。ひとまず3周目で金が見つかりました。やっぱり金が先に来るのね。さて3周目終了時点で、すでにツルハシの消耗は半分ほど。まあ相当運悪くない限りダイヤを掘り出せるはずです。掘り出せなかったらまた素手掘りね。4周目に入って1分、無事ダイヤが見つかりました。ひとまず素手掘り再来は回避です。ダイヤは5つ入手できたので、ここでダイヤの剣を作ってしまいます。これでまず爆破される前に倒す選択肢ができましたが、うっかりガードに頼ったら一撃死です。風車型始めてから初の洞窟掘り当てましたが、どうも廃坑ではないようです。螺旋掘り中に掘り当てたのは廃坑の隅っこだったのかしら。そうであったらありがたいです。廃坑掘り当てるならせめてダイヤ装備整えてからにしたいです。さて4周目終了時点のダイヤですが、プラス5にマイナス2で差し引き3つ増加、装備整えるまで当分1桁が続きそうです。6周目に入ってついに1本目のツルハシが寿命です。現時点で金床分の鉄が集まっているし、せっかく取引で手にした効率強化2を修繕します。でもこの修繕、2つの理由で失策でした。まず、耐久力3や幸運3の早期取得を考えて、余計な経験値消費は抑えるべきでした。そういえば昔細かい計算してたわね。で、もう一つは金床の仕様変更に気づいていなかったことです。さて6周目終了、なんとか鉱脈一つ見つけてダイヤは差し引き2個増えましたが、まだまだ苦しい展開です。7周目に入った矢先に5個のダイヤを入手しました。これでツルハシ分の予備を確保しつつチェストプレートが作れます。そろそろガードでクリーパーの爆破に耐えられるかしら。いえ、まだです。なお計算したら難易度ノーマルならば耐えられるようです。7周目ではダイヤ鉱脈2箇所見つかり、ここらで経験値ためモードに切り替えました。主にレッドストーン狙いです。しかし8周目は金だけしか見つからず、ツルハシは破損寸前です。9周目入ってすぐに、2回目の修繕しましたが、これコストが3なんですよね。昔の仕様なら4になるはずで、ここでようやく金床の累積コストの仕様変更に気づき、プレイ後にウィキを見て知った次第です。エンチャント不要容易にした分だけ金床を使いづらくしてバランスを取ったのでしょうけど、思わぬ落とし穴です。
落とし穴は大体落ちてから気づくわね。ぼちぼち経験値レベル30を意識し、エンチャント大王の黒曜石を確保しておきます。さて9周目終了。この時点でダイヤも金も、掘り出せた鉱石数は期待値割れしています。10周目でダイヤ6個掘り当て、ようやくレギンスに届きました。これで計算上、ガードさえすればクリーパー至近距離爆破に耐えられるはずです。そう、早速試してみないとね。嫌です。雲の声が響く中、10周目終了です。キリがいいのでここらでリスポーン拠点を整備します。そういえばまだ廃鉱を掘り当ててないわね。肩透かし気分です。なお風車型の角っこのかまどには周回数分だけ丸石を入れてます。でもこれよく考えると、65周目以降はこのやり方じゃダメですね。64周超えて掘るのが間違いなのよ。さてリスポーン拠点です。手始めに1周目の内側の一部を削って、拠点っぽい雰囲気になってきました。違和感持った方がいいわよ。あと地上スレスレのチェストの中身を回収したり、本棚エンチャント台設置場所に土を仮置きしたりとか。さて、大体満足したところで風車型再開です。満足したんだ。11周目に入って3分経ったところです。うわ危な。あ、ガードで至近距離爆破に耐えられるか早速試すのね。危うくブロックに引っかかってガードなしでの一撃死を試すところでした。拠点作って気が緩んでました。さて、またもツルハシが破損寸前。ついにダイヤの数が0に戻りました。そして0のまま11周目終了。ちなみに金鉱脈は2つ見つかってます。しかし12周目に入ってダイヤが、さらにそのダイヤから2分後。これでブーツがやっと作れます。でもヘルメットまで揃わないとガードなしでは一撃死があって、ダイヤ製縛りの泣きどころです。しかし、さらにそのダイヤから2分後。やっとここまで来れた。もうクリーパーが落下即爆破しても1体なら大丈夫です。援護射撃でワールドロストだけどね。さて、12周目は結局ダイヤ4鉱脈見つけ、ようやくダイヤ運が戻ってきた感じです。今回はここまでで、次回からはツルハシ用のエンチャント各種を揃えにかかります。そういえば、村人の取引で何かいいエンチャントなかったの？ダメージ軽減法の本を売る司書がいましたが、お値段がエメラルド58個という暴利でした。すぐには手が出ないです。では次回も淡々と粛々と頑張っていきます。ほんと淡々とね。それではまたね。バイバイ。